ございます。いきなりホラガイで始まりましたけれども、坂本大三郎と申します。イラストレーターと、山伏をやっています。今日は、東北の自然についてお話しさせていただきたいと思っています。東北には、四季がある、そんなふうに言われます。僕は、生まれは千葉県なんですけれども、僕自身も、この東北に来るまでは、日本には四季がある、そんな言葉をそうだなってそんなふうに受け止めていました。僕は、7年前から、この東北山形に足を運ぶようになりまして、それはこの山伏の文化に関心を持って、そして東北に来るようになったんですけども、昨年の、秋からは山形の肘折という場所、そこで生活をするようになりました。この肘折という場所はとても雪深いところで、初めてそこで暮らして冬を越した時にとても雪が印象に残りました。それまでその雪っていうのは僕にとってただ綺麗なものでしかなかったんですけども、そこはものすごい雪の量で、雪っていうのはただ綺麗なものだけじゃなくて恐ろしいものでもあるんだなと、そんなふうに僕は感じました。その肘折の雪を初めて暮らして実感して目の当たりにした時に、もうここはもうあの世なんじゃないかと、そんなふうに、感じて、それだけその雪景色っていうのが美しいものでもあって、また幻想的なものでもありました。そういった雪を前にした時に、肘折の人とお話をしていて、肘折の人がこんなことを言ったんですね。東北には、東北の季節っていうのは春夏秋冬だと、それだけ冬にいろんな表情がある。まず冬の始まりがあって、その後に、本格的な冬の訪れがあって、その次に大雪を降らせる冬、これは2月ぐらいのことだと思うんですけども、その後3月とか4月が冬の終わりなんだよって、それだけ、東北の冬っていうのはいろんな表情があるんだ。それを聞いた時に僕は思想家であり詩人である吉本隆明さんが言った言葉を思い出したんですね。それはどういうことかというと、日本には四季があるっていうけれども、四季っていうのは中央を中心にした考え方なんだと、そんなことをおっしゃってました。中央っていうのは京都のことを意味してたんですけども、その時はつまりその中央的な考え方が各地に広まったことで、その日本列島にもともとあった季節感だとか古いものがなくなってしまったんだと、そういうことをおっしゃってたんですね。その中央的なものっていうのは、ものすごく力のあるものなんですけども、そのために失われたものもすごく多くて、中央的なものがいろんな方法を使って、僕たちこの日本列島に暮らしている文化ですとか、そういうものを把握しようと、そうする傾向があると思うんですけれども、四季という言葉も、一見とても美しい言葉なんですけれども、その背後にはそういった意図みたいなものがあるんじゃないかなと僕は感じています。吉本さんが、そういった四季というものを文学作品であったり物語の中で一番最初にきちんとした形で表現したものが源氏物語だったと、そういうふうに言っています。中央的なもの、そういうふうな観点に立った時に、その源氏物語の主人公である、光源氏がこんなことを言っていました。日本書紀っていうのは信用できないんだと、歴史っていうのは信用できないものなんだと、むしろ物語の中に本当のことが隠されているんだと、そんなことを言ってたんですね。それはどういうことなんだろうと考えてみたときに、
よく歴史は権力者によって作られると言われますけれども、まさにそういったことを光源氏は言ってたんだと思います。つまり、物事、お話っていうのは、誰かの手によって歪みやすいものであるんだ。でもその中で、どうやって本当のことを見つけていけばいいのか、そういうことを光源氏は考えたんだと思うんですね。ではその物語の本当のことを宿した物語ってどういうことなんだろうなって考えてみたときに、まず物語という言葉の一番古い形をたどってみたいと考えました。物語のものという言葉、ものというのは日本のとても古い時代、その言葉の始まりの意味において自然に宿っている何か霊的なもの、そういうものを表しました。自然に宿っているものの恐ろしい側面をもののけというふうに日本人は表現してきました。つまりその自然と向かい合って、そこから何かのインスピレーションを受けて、でそれを語り出すときにそれが物語だった、それが物語の純粋な姿、そういうふうに言うことができると思います。少しここで物語から話を戻しまして、季節の話なんですけども、時間の移ろい、季節の移ろいということ、それに深く関わってたのが実は山伏という存在でした。山伏というのはかつて聖というふうに呼ばれていました。聖という言葉は皆さん思い浮かべるのは生という字思い浮かべると思うんですけれども、実はあれそんなに古くない言い方であって、もっと古い時代は日っていうのは日曜日の日っていうふうに書きます。で日曜日の日を知っている人という意味で日知りっていうふうに言いました。日っていうのはどういう意味かと言いますと、太陽ということだけではなくて月のことであったり星々のことであったり、そういった天体の運行を知っている人、そういう意味で聖っていうふうに言いました。聖がどんな役割を持っていたのか、どういう人たちだったのかって言いますと、古代の共同体の中において、農耕を行うときにいつ種をまけばいいのかとか、いつ作物を収穫すればいいのか、そういったことを、自然との交渉の中で計画を立てる人だったんですね。でかつての自然というのは古代の人たちにとっては神や精霊を表すものだったので、その時に計画を立てる時にはお祭りが行われてたんです。古代、この日本列島には農耕が発生して、農耕というのは作物を備蓄することが可能になったんですね、この僕たちの祖先に。そしてその備蓄された富、豊かさというのはその集落の中で中心的な役割を担ってた人たち、それは話したように聖であったり、王と言われるような人たち、そういう人たちに集中するようになって、そうすることによって権力というものが生まれました。日本列島には国というものが発生して、国々がその富を奪い合うために戦争するようになりました。その結果、戦争を勝ち抜いた国というのが西日本を拠点にした大和朝廷だったわけですね。つまり、権力というのは、時間の管理、そういったものを背後に持っている、背景にしているという見方もできるのではないかと思います。ここまで、物語のこと、そして時の移ろい、時間のことについてお話ししてきたんですけれども、今日僕が皆さんに伝えたいと思っていること、それは、誰かによって作られた物語、誰かによって作られた時間ではなくて、自分自身の時間、自分自身の物語を見つけてほしいということです。時間であったり物語というのを一番純粋な形で、見つけ出すためには自然と向かい合わなければなりません。
純粋な自然、誰かが作ったものではない純粋なもの、そういったものとこう向かい合った時、ここは、東北と言われていますけれども、東北ではなくなると思います。東北というのは、東北に対する中央がいて、その中央の誰かによって名付けられた、そういった言葉だと思います。そしてこの土地の季節の移ろい、それを考えたときに、決してこの土地の季節の移ろいというのは四季という言葉だけでは捉えきれない、そういったものなんじゃないかと思います。自然と向き合うこと、そういったこと、それはどういったことなんだろう、とても難しいことのようにも感じます。僕自身は、今肘折というところに暮らして、山伏として山に入ったり、山に入って、山菜を取ったり薬草を取ってきたり、狩猟も行ってるんですけども、そこで動物を取ってきてそういったものもいただいたり、またその山に生えている、山で得ることができた木々を使って食器を作ったりだとか器を作ったり、何かものづくりをしたり、あと職業ということでイラストレーターというふうにもなってるんですけども、絵を描いたりそういった作品を作ったりして、暮らしています。そうして、自然と向かい合うことで僕は自分自身の物語を見つけ出したいなと、そういうふうに考えています。自分自身の物語がそれで見つけられるのかと言われると、僕は実はそんなに自信はありません。でも、僕はそういうことに、自分の人生を使って、その実験をしてみたいなと思っています。震災以降、東北の復興っていうことをよく耳にするようになりました。東北の復興、そういったことにこう力を尽くされてきた方々に僕はすごく敬意を持ってるんですけれども、でもこうして何年か経って、これからは復興ということだけではなくて、僕は東北っていうのは自立しなければいけないんじゃないかと、そういうふうに感じています。僕たち、東北に暮らしている人が自立する、そういう時には、まず自分自身を知ること、そして自分の暮らしている自然について、自然を知ること、それがまず第一歩になるんじゃないかと、そういうふうに僕は考えています。今日のお話はもうこれぐらいで終わってしまうんですけども、ここでこうして機会をいただいてお話しさせていただいたことが、皆さんと自然の距離を少しでも縮めることができたら、嬉しいと思っています。今日はありがとうございました。